連休住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。今回のお話はですね、今から約25年、30年ぐらい前かもしれません。もうお若い方ご存知ないかもしれませんけれども、昔 PHS という、いわゆる携帯電話の前身のようなものがあったんですね。パカッと開けまして、いわゆるガラケーと言われるものの、もっと小さいのがありまして、それ PHS って言って、あまり高速で動くと切れてしまうので、車の中とか電車の中でももちろん使えないんですけれども、歩いてても、時々電話があったら立ち止まらないと、基地局が変わるんですかね。なんか電波の切れまで切れてしまうのでっていう、いわゆる、小さな、範囲でしか使えない電波がまだ弱い、頃の携帯電話が PHS というのがありまして。で、その PHS の後にですね、携帯電話というのが出たわけですけれども、まだもう折りたためるなんてものじゃなくって、いわゆるもうプラスチックの棒のような状態のものですね。で、ボタンを押して電話するんですけれども、そのボタンも今のような、画面を押すというよりも本当にボタンがついていてボタンを押すという携帯電話。その頃のお話なんですけれども、これある女性の方から教えていただいたんですが、この女性がその携帯電話が出始めた頃に、契約されまして携帯をお持ちだったんですね。その携帯を持っていろんなところ、お友達のところへ行ったり、いろいろ食べに行ったりする中で、ポケットに入れておくサイズでもなくてですね、まだ重たかったのでカバンの中に入れてられたそうなんですけれども、このカバンの中からある時電話を出して「もしもし」出先で電話を取られたんですね。そして喋ってまたお友達と、その場でお食事を続けて、食べられてる時に気づくとですね、家へ帰る最中に気づかれたそうなんですけれども、携帯電話がないんですよね。で、どうやらお店に忘れてきたのかなと思ってちょっと取りに戻られるんですけれども、そのお店では実は「いやもうなかったですけどね、もしかするとおトイレですかね」、いろんなとこ探されるんですけれども、この携帯電話がなくなってしまってたそうなんです。で、いやもしかすると帰り誰かとなんか喋ってたので、そうか、お店を出た時はまだあったか、少しお酒も飲んでられたそうで自分の記憶があやふやだったそうなんです。ただ携帯をどこかで落としたことは間違いないので、すぐにですね、警察の方に行かれたそうなんです。今ですとね GPS があったりするんですけれども、当時はありませんでしたので、警察の方へ行ってですね、実は携帯を落としたんですとご相談されたそうなんですね。そうしますと警察の方が「じゃあ自分の携帯電話で電話されたらどうですか」そうおっしゃるんです。確かにそうですね。誰かがピリリと鳴ると、拾ってくださって、電話がつながるかもしれない。それはそうなんですけれども、その場には携帯電話がないわけですから、一旦家に帰るか何かしなくちゃいけない。そんな話をしてますとですね、一緒にいたお友達の方が「じゃあうちから電話しよう」、それで誰かが拾ってくれるかもしれない、そうおっしゃってくださったそうなんです。なんとなく今だと考えにくいですよね。今もし携帯電話皆さん落とされたらですね、すぐに携帯電話の方の、お店に電話してですね、携帯電話止めてくださいなんて話をしますけれども、出始めの頃今考えるとまだおおらかだったんですかね。それをなんか悪用されるというところまではこの女性は考えられなかったそうで、夜ですから携帯電話屋さんも閉まってますんで、誰かが拾ったらなんとかなるかと思われてたそうです。そしてその日お友達のところに行って、お友達の家の電話でお借りしてですね、自分の携帯電話で電話されたそうなんです。そうしますとプルルプルル、音は鳴るんですけれどもどなたも出られないんですね。いやもしかすると音がどっかで鳴ってても誰も拾ってくれなかったらどうしようなんてことを思いながら、で今日はじゃあいいかということでその方お家へ帰られたんですね。で次の日になりまして、またお友達が「携帯電話見つかった?」って言ってくれるんで「いやまだ見つかってないのよ。じゃあまた今日も電話してみようか」ということで、電話を何度かされたそうなんですけれども、これなかなか電話は鳴るものの誰も取ってくださらない。で言ってるうちにこれ充電器が切れてしまいますから、もうちょっと今日中に見つからなかったらどうしようと思ってられたそうなんです。そしてお友達の家からプルルプル何度かかけてると、そのうちやがてガチャッ、誰かが電話を取ってくださったそうなんですね。もしもし、そう聞こえてくる。どうやら
声の質から言って若い男性のようだったそうなんですけれども、もしもしって言うと、もしもし、実は私その携帯電話の持ち主で落としてなくしてしまったんですけれども、今どこにおられますか？そう聞かれたそうなんです。そうしますとその男性が、〇〇の近所にいるんですけれども、もしよかったら私届けますよ。そうおっしゃってくださったそうなんですね。で、今ならちょっと怖い気もするんですけれども、当時はどちらかというと、助かったと思って、その女性が、いいんですかなんて話をしてる。そうするとその男性も、全然いいですよ、いいですよ。お届けします。ご住所は？そう聞かれた時に、なんとなくこの女性もお一人で暮らしてられるんで、家を教えるまではちょっと怖いかなと思ったんで、じゃあ、私の家の近所に、〇〇交差点という大きな交差点があるので、もしお手数でなければそちらまで持ってきていただくことって可能ですか？そう言うと、いいです、いいですよ。僕ね、車なんで、その交差点まで今からちょうど時間あるんで向かいます。で、丸々色の、車で、こんな形のこんなメーカーの車なんで、じゃあ今からおそらくここからだと10分15分で着くので、じゃあ交差点まで行きますね。そうおっしゃってくださったそうなんです。で、ありがとうございます。助かりますって言って電話を切った。そしてその方が届けてくださる10分15分まで、お友達のところで待ってですね、交差点に行こうと思われてたんですけれども、そうなってようやくこのお友達が、でもちょっとやっぱり怖くない？そうおっしゃるんですね。もしかすると携帯を取りに行った時に、じゃあ、携帯拾ってやったから、何万円よこせとか、なんかお金の請求されたらどうするとか、なんかそういう怖いことをお友達の方がおっしゃったそうなんです。それを聞いてた女性もだんだんと不安になってきて、そうか、じゃあ顔を直接合わさずにそこに置いておいてとか、なんかちょっと方法考えようかと言って、もう一度電話されたそうなんですね。そうしますと、プルルプル、ガチャッとまたその男性が出られて、もしもし、すいません、先ほどのもんなんですけれども、〇〇交差点まで来ていただいて、もしよかったら、そこへ置いて、お帰りいただいても、ちょっと私の方が時間かかるんでって言うと、その男性が、いやいや、いいです、いいですよ。もっとなくなると大変ですから。で、いや、多分大丈夫だと思うんで、そこに置いていっていただいても全然大丈夫なんですけどって言うんですけれども、この男性、非常に親切な方で、いや、大丈夫です、大丈夫です。もう、特になんか私を疑ってられるのはその怪しいもんじゃないんで、すぐにパッと返して、そのまま私は立ち去りますんで大丈夫ですよ。そんなことをおっしゃってくださる。そうか、疑って悪かったなと思って、じゃあそうですか。じゃあやっぱり取りに行きますんで、あとどのぐらいで疲れますか？そう言うと、いや、実は今も交差点に来てて車を止めて喋ってる最中なんですよ。もうじきちょっと信号が青に変わるんで、青に変わったらちょっと携帯を切って、交差点の向こう、西側に渡ってますんで、そこでお渡しして私そのまま帰ります。そんなことを言ってくださってる。そうですか、わかりました。じゃあ、今から私たちもすぐに向かいますんで、じゃあそこでちょっと止まって待ってていただいていいですか？いいです、いいです。ガガーン！突然大きなガガーンという音がしたそうなんです。で、もし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 って言うんですけれども、男性の方が全然答えてくださらない。そのうちなんとなく聞いてると、大丈夫？キャーとか人の叫び声がしてる。もし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 って言うんですけれども、一向に相手の方から返事がない。これどうなってんのかなと思ってしばらくずっとやってると、どうやら周りの人たちの声なのか、警察呼んで、救急車呼んで、どうやらこれ事故だったそうなんですね。怖くなってその女性電話を切って、すぐにその交差点にお友達と向かわれたそうなんです。向かいますとたくさんの人だかりになっていて、そこに警察や救急隊の方が来られて何か作業されてる。もしかすると車の方が事故をされたのかなと思って見ますとですね、色、形、メーカーが一致するお車がどうやら他のトラックに追突されたような状態で大破してたそうなんです。うわーっと思って、どうしようどうしようと思ってると、そのお友達の方が近くにおられた警官の方に、すいませんおまわりさん、実はカクカクしかじかで私の友人が携帯を落としてそれを届けてくださってた男性がどうも車の方なんですけども、私の友人の携帯だけ取っていいですか？そうお話しすると、警察の方が、いやいや、もう近寄らないでください。とりあえずですね、もし落とされたんなら、後日
〇〇警察署の方に来てください。そこでもし残っていればお渡しできますんで、今日はとりあえずもうちょっとお帰りくださいというふうなことを言われたそうなんですね。でもちろんもう現場は騒然としてたので、このお二人はお家へ帰られたそうなんです。そして次の日になって〇〇警察署の方に携帯電話が落とし物なかったですかというふうに尋ねていかれたそうなんですね。そうしますと受付の方があの事故ね、あそこの交差点の事故ですよね、昨日の。はいはい、わかりました、ちょっとお待ちくださいねって言って奥へ引っ込まれた。そして出てくると、携帯電話を落とされたということですけれども、どのような携帯電話でしたか、いろいろ色や形やいろんなこと聞かれたそうなんですね。そして電話番号もちゃんと一致するかどうかも、ご本人かどうかの確認をされるそうなんですけれども、昔の携帯電話はこう、電波を出すアンテナが中に入ってて、プッと引っ張るとアンテナが出てきて、でその上になんかいろんなマスコットをつけるのが一時流行ったんですけれども、そのマスコットも〇〇というキャラクターのマスコットがはまってるんですけども、そんなのが一年一致したわけですね。そして警察の方がじゃあもうご本人で間違いないという確認も取れましたので、じゃあ今日お返ししますね、また少々お待ちくださいと言って、奥へ行かれた。そして奥から戻ってきたその警官の方がこれで間違いないですよねって言って袋を持ってられたそうなんです。ナイロン袋の中にその方の携帯電話が入ってたそうなんですね。でじゃあこれお返ししますねって言ってナイロン袋ごと渡された。そこで女性がいやこれナイロン袋に入ってるのはなぜですかって言うと、もう出してもらっていいですよ、出しましょうか、開けてくださる。いや実はですね、ちょっと現場に落ちてたものは全部指紋を取ったりいろんなことをしましたんでね、そうおっしゃるんですね。だんだんとこれ女性不安になってきて、この携帯電話を届けてくださったその男性の運転手さんなんですけれども、その方って今どうされてるんですかって聞くと、男性の方ね、はいはいなんとなく言いにくそうなんですね。でいや男性の方もし怪我で入院されてるとかならお礼も言いたいんでお見舞いがてら行ってきたいんですけれどもって言うと、はいはいはい、大丈夫ですよ、行かれなくても、そんなことをおっしゃる。今はね個人の、プライバシーの問題でなかなか個人情報出されないんですけれども、当時の警察の方はそこまで厳しくなかったそうで、根掘り葉掘りいろいろお聞きされたそうなんです。事故はどうなったんですか。こんなんでちょっと車突っ込まれたみたいで、お亡くなりになってるんです。言いにくそうにそうおっしゃった。男性亡くなってられるんですかって、いやいやでも別にねあなたのせいじゃないですから大丈夫ですよ、そう慰めていただく。でも私携帯電話喋ってる最中に大きな音がしたんですって言うと、そうですよね、男性の方の指紋が採取されてますんでね、そうかなと思ったんですけれども、そういった意味では男性が根性で一番最後にお話しされたのはあなたですね、そう警官の方に言われたそうなんです。そう言うとだんだんと自分の中で罪悪感も出てきますね。悪いことをしたな、私が落とさなければこんなことにならなかったし、拾っていただいて届けてなんていうことをお願いしなければ男性は亡くならなかったのに、それからすごく落ち込まれたそうなんです。で携帯電話これ買い替えて新しいのにしようかなと思うんですけれども、なんとなくですねちょっと弦が悪いと言いますか、気持ちが悪いと言って交換するのはその男性に対して失礼なようにもこの女性思えて、ですからどうしようと思いながらそのまま家へ帰られましてね。で家へ帰りながらもちょっとお友達の方に励ましながらそんなに気にすることないよ、これも何かの縁なんで男性には気の毒だけれども仕方がないんじゃない、そんな風に慰めてもらうんですけれども納得がいかない。男性に悪いことしたな、顔も見たことないし声だけは聞いてるんですけれどもどこの誰かもわからないし、後日新聞に出ればちょっと手だけでも合わした方がいいのかな、いろんなこと考えてられた。そんな状態のまま夜になりまして、昔の携帯電話はガチャッと立てて台の上に立てて充電する機械がついてるんですけれども、その台の上に立てて、寝られた。ベッドの脇に携帯電話の充電器を充電したまま寝られるんですけれども、寝てますと夜中に突然
ピピ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 携帯電話が鳴ったそうなんですね。こんな時間にと思って携帯電話で「はいもしもし誰?」そう言いますと「痛い足が痛い両足が挟まって痛い痛い」そういう男性の声が聞こえたそうなんです。その時にゾッとしてその女性思わず電話を切ってしまわれたんですね。そして携帯をまた戻すとお布団にくるまってガタガタ震えながら朝を迎えられたそうなんです。そして朝になってからきっとあの電話はその亡くなられた男性が電話されたに違いない。うわ怖い、私のことを恨んでられるだろうな、そんな風なちょっと罪悪感に苛まれたそうなんですね。昔の携帯電話はですね、自分が携帯電話に登録している人の名前は出るんですけれども、全く知らない方からの電話に関してはまだナンバーが出ない仕組みになってたんです。ですから本当にかかってきたのか、もしかすると自分が怖い怖いと思うあまり誰かからかかってきたような夢を見たのか、それすらも定かではない中、朝を迎えてすぐにお友達に電話して「実は昨夜こんなことがあって怖いんだけど」って言うと、その女性お友達の方がすぐに家に来てくださって「大丈夫大丈夫、気にしすぎよ、もう忘れよう」みたいなことを言ってくれるんですけれども、到底忘れられる出来事ではありませんし、うわどうしよう、私のせいで私のせいで、どんどんこの方、落ち込んでいったそうなんですね。それを見かねたこのご友人が、もしよかったら今日友達を 4,5 人集めてあなたの家でちょっとパーティーをしながらご飯でもしない、ちょっと怖いことは忘れよ、そういうそうなんです。でまあそうか、一応分かった。でも頭の中では鉄と鉄とが擦れたようなキッというような音とか、最後にぐしゃーんとなって大勢の人が大丈夫とかって叫んでる電話の音、頭の中にこびりついて忘れられないし、しかも昨夜の痛い痛いという男性の音、これももう忘れられないわけですね。でもなんとかちょっと明るく自分を保たないと、これはもうやっていけない、心の病気にかかってしまうと思った女性は友達のその提案に乗られたんです。じゃあみんな友達今晩集まってうちでご飯でもしようか。そうしようそうしよう。じゃあいろんなとこ電話するねって言うと、もしもしとかってお友達に何人か電話されたそうなんです。そうしますとみんな行くねって言って、そのうちのお一人がお子さんをお持ちで、もう結婚されたお子さんをお持ちだったそうなんですけれども、じゃあちょっと悪いけど私あまり遅くまで入れないけど子供連れて行っていい？そう言うんで、ぜひぜひ子供さんがいた方が明るくなるし、ぜひ連れてきてなんて言って、皆さん集まることになった。1人来て2人来て3人来て、そしてもう1人のご友人だけがなかなか来られないんですね。遅いねなんて話して、そうしますとその遅刻している女性っていうのがお子さんを連れて行く予定の方なんですね。なんか子供さんに何かあったのかな、一回電話してみようか。お友達の方が電話されるわけです。でその方も当時携帯をお持ちでして、もしもしって言うと、もしもし今〇〇交差点まで来てるけどちょっと子供がぐずってて迎えに来てくれる、そういうそうなんです。そしてみんなでじゃあ迎えに行こうということで、その近くの交差点まで行かれた。まさにその交差点っていうのが事故があった事故現場なんですね。あまり今の時期には近寄りたくないなと思いながらも、お友達のお子さんがぐずってられるというので近くまで行かれた。そして横断歩道の向こうにはですね、お子さんの手を引っ張ったそのお友達がいる。そうすると子供さんがもう帰る帰るって手を引っ張ってるそうなんです。向こう岸にいるご友人に、〇〇くんこっちよ、〇〇ちゃんこっち来て、機嫌よくお姉ちゃんとこおいでって言って子供さんの機嫌を取るようにそう言ったらしいんですけれども、お子さんはもう帰る、でおもちゃもあるよお菓子もあるよって言うんですけれども、いやいや帰るって言うんですね。仕方なくみんなで渡ってですね、そのお子さんのところに行って、どうしたの、なんで帰りたいのって言って、この女性の方が頭をポンポンとしながらそのお子さんに聞いた。そうするとこのお子さんこう言うんですね。だって交差点の真ん中に血だらけの男の人が立ってこっち見てるもん。そう言ったそうなんです。でパッと見るんですけれども、もちろんそこには誰もいない。あれ、この子には事故の男性がそこで立ってるのが見えてるのかなと、その女性そう感じたそうなんです。その瞬間子供がパッと手を振り払ってターッと走っていった。その後この女性が追いかけて、〇〇くんちょっと待ってちょっと待ってってパッと手を掴んだそうなんです。そしてその血だらけの人ってどんな顔してる、そう聞いたそうなんです。その瞬間、
となんか怖そうにこっちを見てる。〇〇君どうしたのって言うと、その血だらけの男の人がこっちに走ってくる。そういうそうなんです。この女性パッと後ろを振り返るんですけれども、もちろんそこには人の姿すらないんですけれども、子供さんは怖がって逃げる、逃げたい、逃げたいって言うんですね。それでも手を離すと危ないので手を掴んでいると、しばらくすると急にスッと男の子が泣き止んだ。あれ？今しがたまであんだけ泣いてたのに急に泣き止んだなと思って、〇〇君大丈夫？もう一度尋ねると、その男の子パッと振り返って、この女性をじーっと見て、あ、まだ覚えててくれたんだ、ありがとう。そう言ったそうなんです。その瞬間にその携帯を届けてくれた男性の魂がこの子に乗り移ったんだ。そう感じた女性は思わず怖くなってパッと手を離した。そうするとその子がまたキョトンとして、お姉ちゃんどうしたの？泣き止んで普通に戻ったそうなんです。で、そのままお友達と共に部屋に戻って、皆さんで食事した。その食事の席で、いや実はこの子がそういうよく覚えててくれたねみたいなことを言ったんだけどっていうふうな話をお友達にされたそうなんですけれども、もしかするとあの男性はあの女性が電話を落とした女性のところに届けに行こうとしてたその女性がですね、自分のことを今も忘れずに覚えてくれてるんだ、だからありがとうって言ったんじゃない？そう言われたそうなんですけれども、なんとなく納得がいくようないかないような状態でこの女性いたんですけれども、とりあえずご冥福を、お祈りする形で交差点で亡くなられたあの男性の方、ありがとうございました。なんかご迷惑をかけて私のせいで申し訳ありませんでした。手を合わせて、祈られたそうなんです。そしてそれ以来携帯が不思議になることはなくなったというお話なんですね。よくお亡くなりになられた方から電話がかかってくるとかメールが来るっていうことが結構私お聞きするんですよね。そして私自身も一度そういう経験をしてるんですけれども、もしかすると電波に何か乗ってそういう状態になったり、人の体を一瞬お借りになってそういった現象があるのかなと思うんですが、このお話実はここで終わりではないんです。なんか最後までね一度でお話できればいいんですけれども、次回の配信でですね、このお話の続きをまたさせていただこうと思います。今日は、ここまでとさせていただきます。本日も怪談説法をお聞きくださりありがとうございました。